雑談です。カレーです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたんだろうか何をしてなんでなぜか私渋谷に渋谷違うよ思い出した。思い出が入れ替わってた。金子綾乃さんのライブがありましてね、対バンライブだったんですけども、それに恵比寿のリキッドルームでありまして行っておりまして、いやー、今年一発目初めての金子綾乃さんでしたけども、素晴らしかったですね。しかしながら私の一番聴きたい曲恋しい日々はまだ来てくれませんでしたが、良かったですね。リキッドルームは前回もというか前も一回、見ておりますが、対バンしたところのバンドがね、北海道のなんとかなんだっけ、バンドで、なかなかなんて本当にツェッペリンのようなね、ツェッペリンのようでもあり、プログレのようでもあり、結構英語歌詞でね、なかなかこうポップな感じじゃないんですよ。こびないというか、あれすごかったな。でもすごい音はすごくいいんですけどって感じで、なかなか面白かったですね。金子綾乃さんを見て、で大体ね、金子綾乃さんのライブを見た後はカラオケに行きたくなるんですよね。でカラオケをしておりまして、2時間一人カラオケ初めて来たな言うてやっておりました。そんなことをしておりました。ツイキャスでね、iPhone でずっと撮ろうと思ったんですけど、録画のね容量もねえし、ツイキャスで後でダウンロードすりゃいいやと思ってやっておりました。そんなことをしておりました。ほんと疲れちゃってね、叫んで歌うから、そんな楽しいことをしておりました。でそれのカラオケの、思い出が強くて、疲れたなと思って、それで何をしてたか忘れておりました。そんなことしておりました。で見ましたですわ。ミステリという流れ、これ1話目が始まりまして、楽しみにしてたドラマです。ね、コントが始まる以来の菅田将暉さんですわ。僕レントラで見るのはなんか、その後何か出てたのかな、出てないよね。出てたのかな、出てたら気にしてみるので、多分出てないとは思いますが、ミステリという流れ、これ漫画原作ですか。なんだ主人公、久能整です。送り仮名はいらないですね。やっておりました久能整さんという役で、なんて言ったらいいんだろうな、細かいところをねいちいち覚えててとか、人の名前もね結構すぐ覚えてたでしょ。やぶさん、あなたつって、あとちょっと小耳に挟んだね、ペットが亡くなったんですか。ちょっと小耳に挟んだんで、目を離した月にってことは猫ですか。きっと風呂光さんのことが大好きだったんですよね。何か一つ喋り出すとこう止まらなくて、持論を展開するというかね、論ではないですよ。なんて言ったらいいのかな、事実をこうつらつらっと述べる、そんな久能整さんがカレーを作ってた朝ね、大家さんが訪ねてきて、
こちらの方々刑事が2人、訪ねてきたわけですで、近くの公園でご遺体が見つかりましてねと言って、容疑をかけられて、任意同行されて取り調べを受けるわけなんですが、そういった性格なもんですから、全く自分は潔白なんで、いろいろこう話していくと、実はっていうね、これはね、ぜひオチは言いません、内容は言いません、見ていただきたい。本当に驚くような展開で、それで別にその久能整さんっていうのは別に探偵でもなく、ただの普通の大学生なんですが、そういった細かいことをね指摘していくと、でいろんな過去のこともよく覚えてたり、近くの公園で亡くなってた人が、高校大学と同級生で、しかもお金持ちのボンボンでちょっといけすかんなっていう感じを持っていたっていうことも全部素直にぼわーっと喋るんですが、そういったところからこうね紐解いていくというか、リズメというかね、リズメではないです、リズメですか、こう事実をね並べていくと浮かび上がってくる。だから事実はなんかね、ドラマの中で言ってたね、それぞれの、事実側面がね、にその人のが本当だと思ってることが、ある人から見れば、別の例えばね、いじめられていたっていう人と、あれはじゃれてたとかね、遊んでたんだっていう人と、もう一つの視点で見たら明らかにあれはいじめてましたねっていうので、事実っていうのはそれぞれが持ってる事実で、何でした、事実じゃないね、なんか言ってたな、忘れちゃったよ、メモってねえし、そんなこと言ってましただから本当のことと事実と真実だったら違うな、なんか言ってたな、それすごく大事なことだったと思うんだけど忘れちゃったからしょうがないよね。見てくださいよ、ドラマを。本当にいや素晴らしかったというかね、私好きなんですね、菅田将暉さんがきっと好きなんだわ、本当に好きなんだと思います。でね、その菅田将暉さんと、あとね警官役で出ているね、風呂光聖子さん役に伊藤沙莉さんって、オズワルドのねお姉ちゃんでしたっけ、お姉ちゃんですねが出てると、あと小上さんっていうんですか、小上さん、歌舞伎俳優でしたっけ、この方ね、この方もまたいい顔してますわ、本当にいい表情をして、面白いですね。ちょっとなんていうんですかね、抜けた感じの役柄なんですけど、それから遠藤憲一さん、僕ね口のでかい人好きなんですよ。ミック・ジャガーとか、あと加賀武史とかね、キリンの川島君とか、口のでかい人が好き、口のでかい男性がね好きなんですよね。なんかこうワニ顔と言いますか、見ちゃいますでしょ、食われそうな感じがなんとね。それから筒井なんていう方、道高さんね、青戸さんっていう経理をやられている方で、この方もまたね過去にいろいろあった方で、役どころがですよ。で、そこをね昔の新聞で見たっていうところをついてきたりとか、セリフがねの量が尋常じゃないっていうのは一つありますけども、こうスラスラとね理路整然とこう喋って、きっとねこう喋ってる間に自分で気づくとこいうかね、ありますよね。こう本当そうどうなんだろうなって思ってることでも、こう喋ってる間にこうあれがこうだろ、ほんでこれがこうだろ、であれがあれだろ、あれがあれだろ、だからあれだろっていう感じでこう
自分の中で答えが見つかってくるみたいな感じの役どころなんですけども、これ面白いですね。で、1回目は90分拡大版ということで、2話目のね冒頭部分とか、ところまで行くんですけども、まあ1話完結で行くんですが、一つ大きな事件もそこに流れていて、これは結局その大きな事件が全部にわたってなのか数回にわたって解決するのか分かりませんけども、これ非常に楽しみなドラマが始まりました。ミステリという中で、これはTVer で見逃し配信になりますし、フジテレビなんでね FOD で、見れるということなんで、ぜひご覧になってください。コントカレーね、これですよ。だからコントが始まるのやってるじゃないですか、毎回ね。だからコントタイトルずっと言ってたでしょ。役名何でした？ハルトね、帰ってきたハルトね、本当にそう思いながら、だからあれもコントの役だと思ってね、僕は見て、そうは思って見てないんですけど、やっておりますんで、ぜひねご覧になって。本当にいいドラマ始まりましたんで、月9ですわね、楽しみにして、月曜日がこれでね楽しみが、増えましたというかね、やっておりますんで、ぜひご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。